ゃ煮詰めます。これくらいまで煮詰めます。これくらい。はい、今回は究極のイノシシカレーを作っていきたいと思います。ちなみにこの撮影までに10日ほど毎日連続で、作り込みました。使うレシピとかは概要欄に載せておきます。まずイノシシ肉のスライスですね。もうここは可能な限り薄く切ります。というのもね、イノシシ肉って中途半端な火入れだと必ず硬くなるので、その硬さを軽減するために薄く切っています。で、イノシシ肉を炒めていきます。最初は強火ですけどね、だいぶ火が通ったら油をじっくり出すために弱火で油を絞り出していきます。揚げ焼く感じですね。次にニンニクと生姜をすりおろして火を通していきます。バターを 15g、である程度きつね色になるまで炒めたら、そこで一旦止めます。トマトは先にサイコロ状にカットして塩をまぶしておきます。水分出すためですね。で、玉ねぎと人参は適当にみじん切り。多分細かければ細かいほどいいと思いますが、めんどくさいので適当に切ってます。で、これらみじん切りを先ほどのお鍋の中に入れていきます。ここでも軽く塩を振っておきます。でね、塩が馴染んで油が全体に行き渡ったら弱火にして蒸らします。5分ほど。その間にカレー粉の準備ですね。しっかり野菜から水分が飛んだらカレー粉を加えて、均一に混ぜていきます。
カレー粉が馴染んだら黒糖を加えます。黒糖結構ねポイントだと思いますね。で水分がしっかり飛んだら、このようにですね鍋の奥に半月状に寄せて、そしてその空いたところに先ほど、水分をちゃんと抜いておいたトマトを加えます。ここめっちゃポイントなんですが、必ず強火でやります。この強火でねトマトの酸味を飛ばすという役割があるんですね。でトマトが個体の姿を保てなくなったぐらいですねになったら全体を混ぜ始めます。カレーの LCL ですね。でこっからはひたすらトマトの水分を飛ばしていきます。でしっかり水分が飛んだら赤ワインを加えていきます。でこの赤ワインもかなりポイントでいろいろ試したんですが、値段がだいたい1500円クラスのフルボディを使用した方がいいです。これもとことん煮詰めるので、それを待っている間にだしスープを用意しておきます。でね、赤ワインはめっちゃくちゃ煮詰めます。これくらいまで煮詰めます。煮詰まったら小麦粉を加えて、均一に混ぜます。均一に混ざったら先ほどのだしを加えます。でこれだしねちょっと残しておくのもポイントです。だしをなじませつつ、バター 40g、 ローリエ、一番最初に揚げたイノシシ肉を戻していきます。バターは目いっぱい入れます。こんなにかってぐらい入れます。で先ほどちょっと残しただしですけれども、そこにお味噌を溶いて、ちょっとした味噌汁を作ります。この味噌汁を最後の仕上げにカレーと和えてあげます。もうこの辺から火は弱火かもう落としちゃってもいいぐらいですね。こんな感じで完成です。何せねめちゃくちゃうまいんですよ。でね思ったのは大きなポイントが3つあってですね、1つ目がもうバターはもう目いっぱい使う、信じられないぐらいの量入れます。2つ目が赤ワインですね。赤ワインは調理酒コーナーに売ってるなんか500円とかのじゃなくて、ちゃんとフルボディの1500円ぐらいのニューワールド系がいいかなを使ってあげること。で3つ目がトマトの水分を飛ばす時ですね。あそこをしっかり強火でやってあげることですね。弱火でやるとねトマトの酸味が残るんですね。そうするとなんか変に酸味の効いたカレーになってしまうので、それはよろしくなかったです。とはいえねジビエ料理って皆さん一家言持ってらっしゃるので、もしこのやり方の方が絶対うまいぞとかあったらぜひご紹介いただけますと幸いです。それではまた。どうもご視聴ありがとうございます。狩猟を中心とした山ライフの映像をこれからも上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。